こんにちは、ゆうかです。今日はずっと乗ってみたかった ANA プレミアムクラスに乗って羽田から新千歳まで移動してみたいと思います。前に JAL のファーストクラスに乗った時にコメントで ANA のプレミアムクラスどっちがいいか比較してくださいって結構いただいて、私もずっと気になってたので今日はとっても楽しみなんですよね。今は羽田空港の第2ターミナルにいるんですけど、早速チェックインカウンターに向かっていきたいと思います。アプリとかウェブからもチェックインできるんですけど、紙の方が安心なのでね、今日はアナログで行きます。アナだけに。羽田空港久しぶりに来たな。最近は旅行する時に結構 LCC ばっかり使ってたので、だいたい成田空港発だったんですよ。なので羽田空港久しぶりでなんか嬉しい。今日は平日なんですけど人はかなり多めです。やばい、キョロちゃん発動しちゃう。羽田空港の第2ターミナルって私もしかして初めてかな。国内線で初めてかもしれないです。ドキドキ。ありました。 ANA 普通のカウンターとは別になっていて、ここからチェックインできるそうです。それじゃあチェックインしてきます。じゃん、無事にチェックインできました。長蛇の列に並ばなくて済んだので一瞬で終わりました。なんとプレミアムクラスは保安検査も別だそうなので、ここから保安検査に行ってきたいと思います。無事に保安検査を通過できました。やっぱりこの専用の保安検査場があるのはいいですね。人も少なかったのであっという間に通過できました。この専用の保安検査場があるのは JAL の時と変わらないですね。そして保安検査を抜けた先のエスカレーターを上がっていくとラウンジがあります。なんと今日もラウンジが使えます。ANA ラウンジの雰囲気はこんな感じです。ここからはアフレコでお届けしていきたいと思います。時間帯によっては結構混雑するそうなんですけど、平日の夕方だからなのか窓際のソファー席が利用できました。それではラウンジ内は早速探索していきましょう。座席はいろいろ種類があって、こんな感じの椅子とか電源付きのカウンター席や一人用のソファー席があったり、お仕事がはかどりそうなデスクワーク席まであってびっくりしました。モニターにはフライト情報やラウンジから搭乗口までの所要時間なんかも表示されていました。入り口の近くに電話ブースを発見。せっかくだから親友に電話かけてみますか。親友の千穂ちゃんです。いつでも電話出てくれる優しい子なんですよ。ラウンジ内には無料のドリンクコーナーもあって、コーヒーマシンだったり、一応おつまみも置いてあります。これ以外は軽食とかは用意されてなかったですね。ウイスキーや焼酎、梅酒、もちろんソフトドリンクもあって、隣には一番搾りのビールサーバーが、やばい、目が合ってしまいました。禁酒中なのでね、ここはスルーさせていただきます。たまには健康を考えて青汁で乾杯ってのもありですよね。いや、これは違うんですよ。禁酒中なんですけど、今日はこれから飛行機なので一杯だけ飲ませていただきます。まあ禁酒中ですけれども、ある程度飲んでも暴れなきゃいい、略して ANA ってことでね、ラウンジ生活を満喫しております。後から知ったんですけど、本館南の ANA ラウンジの方では16時半から19時限定で軽食が提供されているそうです。知ってたらそっちに行ってましたね。失敗。エリーゼのためにラウンジに来たわけじゃないけど、元を取りたいので大食いします。
ラウンジ内は若干肌寒いのですぐ羽織れる上着があると安心ですね。鳥肌立ちすぎて飛行機なしでも飛べそうです。今回の羽田から新千歳行きのチケットは株主優待価格で片道46,010円でした。やっぱりプレミアムクラスは安くなかったですね。少しでも元を取りたいのでビールを株飲みします。さすがに一杯だけじゃもったいないので仕方なく梅酒も飲んでおこうと思います。いや本当に仕方なくですよ。全然飲みたかったわけじゃ。ここのラウンジではもちろんフリー Wi-Fi が使えたんですけど、速度テストしてみたら結構早かったです。これなら離陸前に動画をダウンロードしたりできていろいろ便利そうですね。ちなみにプレミアムクラスの機内持ち込み荷物は普通席と同じ10キロまでで、預け荷物は40キロまで無料だそうです。さすが ANA プレミアムクラス、無料サービスも侮れませんね。ANA ラウンジ行ってきました。めちゃくちゃ良かったです。ゆっくり過ごせてとても快適でした。やっぱりちょっと酔い覚ましに少し散歩しようと思います。あ、カート発見。荷物が多いからこれ使おうかな。お菓子屋さんかな。ちょっと行ってみよう。さっきの軽食じゃ全然足りなくてお腹がめちゃくちゃ空いてるから何か買っていきたいんですけど、さすがにプレミアムクラスだから多分機内食ついてるよね。調べてみたら軽食がついてるっていう情報と夕食がついてるっていう情報2つあって、どっちか分かんない。でも買って食べなかったらもったいないから我慢しよう。やばい、ゆっくりしてたら搭乗ゲートの変更お知らせを見て全然真逆の方に行ってた。急げ、やばいやばいやばい、間に合わない。間に合った。よかった。遅刻した理由がラウンジでお酒を飲みながらゆっくり2時間も過ごしたなんて口が裂けても言えないですからね。危なかったです。続きまして札幌千歳駅70便は古杉間。右手奥の改札機もご利用ください。いよいよ初めての ANA プレミアムクラス、どんな空の旅になるかワクワクしてきました。プレミアムクラスはこっちですね。じゃーん、プレミアムクラスの座席はこんな感じです。これは豪華すぎる。私の座席は最高列の 5K になります。実際に座ってみた感想はとにかく広いって感じで窮屈感が全くないです。登場してしばらくすると CA さんがご挨拶に来てくれました。緊張でキョロちゃん発動中。何をしてたらいいか分かんなくてとりあえず爪を眺めています。飛行機が滑走路に向けて動き出しました。夜のフライトはいつもと雰囲気が違ってワクワクしますね。安全ビデオはまさかのポケモン仕様。これには思わず釘付けになってしまいました。離陸いたします。シートベルトを腰の低い位置で緩みのないようお締めください。
ついに飛行機が新千歳空港に向けて飛び立ちました。上空からの東京の夜景がとっても綺麗。私の家もどっかに映ってるのかな。多分この辺です。無事に離陸を見届けられたので、早速座席紹介をしていきたいと思います。今日登場したのはボーイング 787-10 ドリームライナーと呼ばれる機材ですね。シートピッチは約127センチあって、足を伸ばしてうっかり前の席を蹴っちゃうなんてことは起きないくらいのスペースがあります。肘掛けのところにはコントロールパネルがあって、リクライニングを自由に調節することができます。ちなみに JAL のファーストクラスはこんな感じでした。そしてここには小物入れとコンセントと USB ポートがあります。 JAL はシートの後ろの方にあったので、こっちの方が使いやすいですね。シート前のポケットにはスリッパと、あとはヘッドホンが用意されていました。個人用シートモニターは 15.6 インチもあって、タッチで操作することができます。気になる映画のラインナップはこんな感じ。サマーウォーズとかがあって夏を感じますね。オーディオの方はこんな感じです。ビデオの方にはドラマとかもあって、これだけ充実してたら退屈する方が難しいですね。ちなみに普通席の方にもモニターはついているそうです。それではお待ちかねのリクライニング前倒しタイム。果たしてどこまで倒れてくれるのでしょうか。おお、マックスで倒してみるとこんな感じです。フルフラットまではいかないんですが、かなり快適な角度まで倒れてくれました。これはやばい。一瞬で寝落ちできそうです。フットレストも角度を調整できて、まるでマッサージチェアに座っているかのような贅沢すぎるシートになっています。ヘッドレストの方もこんな感じで折り曲げて使えるので、寝落ちして首痛ーってなることもなさそうです。これなんだろうって思ったら、まさかのミニライトでした。回転するようになってて、照らしたい方向に動かせるんですよ。なかなか面白いです。肘掛けのところにはテーブルが隠れていて、結構大きめなサイズなのでパソコン作業とかも余裕でできちゃいそうです。前後に動かせるのも嬉しいポイントですね。あとはこんなところにサイドテーブルも隠れているので、ビールの置き場に困ることもなさそうです。機内では Wi-Fi も使えるんですが、 ANA のアプリを長押しすると簡単に接続することができます。事前にログインだけ済ませておけば、フライト中私の動画も見れるのでおすすめですよ。やばい、そろそろ空腹で暴れ出しそう。機内食が出てくることを祈ります。お願い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 、神様仏様 ANA 様。来ました。高速祈願した甲斐がありました。機内食無事にゲットだぜ。じゃーん、和食メインのお料理でとっても豪華です。ドリンクの種類も豊富で、公式サイトの情報だとだいたい3ヶ月ごとでメニューが変わるみたいですね。ドリンクはスパークリングワインにしてみました。ブーブデュー・ヴルネ・ヴィルト。滑舌の悪い私泣かせのお名前です。それでは乾杯。スパークリング。機内食もいただきます。見た目だけじゃなくてお味も大事ですから、辛口レビューしていきますよ。さすがプレミアムクラス。お味の方も完璧です。ご飯は15穀米だそうで、しっかり栄養バランスも考えられていますね。
11時までの出発便は朝食で、それ以降は昼食、夕食が提供されるそうなので、プレミアムクラスに乗る際はぜひ食べたいメニューを狙ってみてください。ちなみに JAL ファーストクラスの時の機内食はこんな感じでした。いやー、どっちも機内食のレベルを超えててビビります。ご搭乗の皆様、こんばんは。お休みのところ失礼いたします。操縦席よりご挨拶申し上げます。本日は ANA79 に新千歳空港行きご利用くださいまして誠にありがとうございます。ただいま巡航高度4万1000フィート1万2500メーター上空へ向けまして順調に上昇を続けております。先ほどよりところどころ揺れが入っておりますが、この先約5時5分ほどいたしますと千歳空港へ降下を開始するに伴いまして、先ほどより強めの揺れを予想しております。初日のご使用のお客様、機油の比較に安定しているただいまのお時間にご使用をお願い申し上げます。それでは到着までどうぞゆっくりお過ごしください。重ねまして本日はご搭乗誠にありがとうございます。皆様、あと5分から10分ほどいたしますとベルト着用サインが点灯した際には速やかにお座席にお戻りになり、シートベルトをお締めください。のんびりしてたらあっという間に着陸態勢に。急いでデザートを頬張ります。ドリンクも飲み放題なので本当はおかわりもしたいんですけど、優雅な空の旅は一瞬ですね。ごちそうさまでした。なんとかベルト着用サインまでに食べきれました。さっき気づいたんですけど、こんなところにリモコンが隠れていました。これでモニターを操作することもできるので、寝転がりながら映画を見るときにめっちゃ便利だなって思いました。あとは前の人がシートを倒していてもモニターの角度を調整できたり、細かな配慮がいろんなところに感じられましたね。せっかくなのでヘッドホンも装着。私が乗ってる ANA、 ゴロン大好き DNA、 DJ の才能はエコノミークラス以下でした。ご案内いたします。気流が悪く先ほどから揺れが続いておりますが、飛行には影響ございませんのでご安心ください。シートベルトは腰の低い位置で緩みのないようしっかりお締めください。離陸から1時間くらい経って今は函館上空を飛行しています。新函館北斗駅は行ったことあるんですけど、函館も観光してみたいんですよね。やばい、緊急事態です。トイレに行きたい。いや、トイレを紹介したかったんですけど、このまま着陸するみたいでちょっと我慢しなきゃいけなそうです。お水でも飲んで気を紛らわせますか。新千歳までのフライトでもゆっくりできるほど時間の余裕はなかったですね。いよいよ飛行機が着陸態勢に入りました。トイレの見学を我慢しているのでいつも以上に緊張感があります。ただいま新千歳空港に着陸いたしました。今日もスターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗を乗務一同心よりお待ちしております。無事に新千歳空港に到着しました。いや、めちゃくちゃ良かったです。
初めて ANA プレミアムクラスに乗ってみたんですけど、サービスも良かったし座席も広々としていてとっても快適な時間を過ごせました。ただ一つだけ言うことがあるとするなら、座席のリクライニングが思ったよりも倒れなかったので、あともう 1,2 段階ぐらい倒れてくれたらめっちゃいいなって思いました。でもその他は本当に言うことがないくらいめちゃくちゃ良かったです。機内食も無事に出てきてくれたし、豚の柔らか煮がとっても美味しくて大満足でした。やっぱり思ったよりも羽田空港から新千歳空港までの距離が近くて1時間半しか乗ってる時間がなかったので、いろんな映画が見れたりとか機内サービスがあったんですけど、全然時間がなかったので、もしもうちょっと長くゆっくり乗りたいなって人は羽田から那覇とかまで行ったらもっとゆっくり過ごせていいなって思いました。 ANA は国際線だと4種類座席があるそうなので、国際線も乗ってみたいなって思います。もし皆さんおすすめの航路だったり座席とかがあればぜひコメントで教えてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。お願い。じゃあバイバーイ。